カリカリベーコンのやみつきキャベツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカリカリベーコンのやみつきキャベツを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、キャベツを使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。作り方はベーコンをカリカリにして、あとは混ぜるだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、ベーコン、ごま油、お砂糖、塩、鶏ガラスープの素、お醤油、にんにく、白ごま、黒胡椒。今回はこちらの材料で作っていきます。まずキャベツなんですが、今回4分の1個で約 300g になります。こちらのグラムに関しましては目安にしてみてください。そしてベーコンは5枚ですね。全部でだいたい約 40g になります。こちらのベーコンの量に関しましてはもっと増やしていただいても OK です。お好みの量入れてみてください。そして調味料に関してなんですが、今回お砂糖を少し入れていきます。ちょっとお砂糖を加えていただくことでコクが出て味わい深い美味しい仕上がりになります。そしてあとはおろしにんにくですね。もしにんにくが苦手だったりとか、ちょっとにんにくを控えたい場合は、こちらはおろし生姜で代用してみてください。少しね、あっさりとした仕上がりになります。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、キャベツを千切りにしていきます。最初にキャベツの芯を切り落としてください。そしてあとはね、切りやすい方法でキャベツの繊維を断ち切るように千切りしましょう。繊維を断ち切って切ることで味が馴染みやすくなります。それでは切っていきます。ちょっとね、太めの千切りにしてみてください。はい、OK です。少しね、こういった太めの芯がある場合は、こちらをですね、別で薄切りにしてみてください。このように切りやすい長さにして、あとは薄切りにします。そうするとね、芯まで美味しく召し上がっていただけると思います。あとはね、中を探っていただいて、太めの芯があったら、こちらも同じように薄切りにしましょう。はい、これで OK です。このように千切りにしてください。そしたら一度ね、こちらのキャベツを洗います。はい、でこのように水洗いしたら、キッチンペーパーで一度水分をね、しっかりめに拭き取りましょう。はい、OK です。そうしましたら一度ね、こちらのキャベツをボウルの中に入れてください。そしてここに塩を振りかけます。振りかけたらですね、全体に揉み込んでください。手でね、軽くキャベツを揉み込むようにしっかりとね、塩をなじませましょう。はい、OK です。そしたらですね、キャベツはこのまま10分ほど置いてください。それでは続いてベーコンです。ベーコンはだいたい1センチ幅に切りましょう。このようにくっついてると思うので、こちらは手でね、一枚一枚剥がしてください。はい、このようにね、パラつかせてください。それでは続いてカリカリベーコンを作っていきます。まずですね、フライパンに何も油を敷かない状態でベーコンを入れてください。ベーコンの油を利用してカリカリベーコンにしていきます。そしてね、ちょっと広げます。このように広げたら火にかけます。火加減は中火から弱めの中火ぐらいでカリッとさせていきたいと思います。ちょっとね、こうやってお箸で広げながら焼いていきましょう。ちょっとね、油跳ねしやすいので、やけどだけには皆さん十分に注意してください。だいたい広げたらあんまりね、動かさずに焼いていきましょう。そうするとね、カリッと香ばしい焼き色がつきやすくなります。はい、でちょっとね、焼き色がついてきたら裏返します。こんな感じで結構パチパチ跳ねてくるのでね、本当にやけどには注意してください。はい、でこのようにね、ちょっとカリッとね、ベーコンがくびれる感じですね。このぐらいカリッと仕上がったものから取り出していきます。はい、このようにカリッとベーコンを仕上げてください。ベーコンの準備はこれで OK です。は
はい、10分経ちました。10分経つとね、かなりキャベツがしんなりとして水分も出てきます。そしたらですね、一度こちらのキャベツの水分をしっかりと絞ります。そうすることで味が馴染みやすくなります。ではね、別のボウルを用意してキャベツをしっかりと絞ります。ぎゅーっと絞ってください。そして別のボウルに入れましょう。はい、このようにね、キャベツをしっかりと絞ってください。それでは味付けしていきます。まず一番初めにお砂糖を加えてください。そしてお砂糖を全体になじませます。砂糖はですね、他の調味料と一緒に入れてしまうとキャベツの中に浸透していかないので、必ず一番最初に加えて混ぜるようにしてください。はい、このようにしっかりとなじませます。それでは続いてここに鶏ガラスープの素、お醤油、ごま油、そしておろしにんにく、黒胡椒。ちなみにこの黒胡椒もですね、お子様が召し上がる場合は抜いていただいても大丈夫です。そして白ごま、あとはですね、先ほど焼いたベーコンを入れてください。そして混ぜましょう。はい、OK です。このようにしっかりと和えて、あとは味見をしてお好みで味を調整してください。これでやみつきキャベツの完成です。そしてこの後ですね、このやみつきキャベツを使った簡単アレンジレシピをご紹介していきたいと思います。それでは今からアレンジレシピの材料をご紹介します。材料はこちらです。やみつきキャベツ、卵、とろけるチーズ、オリーブオイル。こちらでアレンジレシピを作っていきます。オリーブオイルに関しましてはお好みの油で代用していただいても OK です。ということで早速作っていきます。では作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしたらですね、ここにやみつきキャベツ 50g ほどですね、入れてください。そしてとろけるチーズです。これをよく混ぜましょう。はい、これで OK です。あとはこちらをフライパンで焼いていきます。それではフライパンを用意してください。今回使うフライパンは直径 20cm のフライパンです。ここにまずね、オリーブオイルです。そして火にかけましょう。火加減中火です。だいたい30秒ほど温めてください。そして油をね、全体に広げます。そして30秒ほど経ったら具材を入れてください。そしてね、ちょっと寄せて形を整えます。卵を加えて形を整えたら火加減弱火にします。そして蓋をします。このままですね、だいたい 2,3 分焼き色がつくまで焼いてください。はい、今3分経ちました。蓋を開けます。ちょっとね、焼き色を見てください。いいですね。いい感じにね、焼き色がついたら裏返します。このままでもね、トロトロでも美味しいんですが、今回両面焼きたいと思います。では裏返します。よいしょ。はい、こんな感じです。片面はですね、このまま焼いていきます。片面はだいたい2分ぐらいですね。こちらも焼き色がつくまで焼いてください。はい、2分経ちました。様子は変わってないんですが、こんな感じでね、美味しそうに仕上がりました。では火を止めます。これで簡単なアレンジレシピ、やみつきキャベツのオムレツの完成です。ぜひね、こちらも試してみてください。はい、これでカリカリベーコンのやみつきキャベツの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにベーコンもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらがやみつきキャベツで作った簡単オムレツです。こちらもね、とても美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。キャベツがシャキシャキでベーコンがカリッとしてすごく美味しいです。そしてこのね、キャベツの甘みもあってすごく美味しいですね。続いてこちらアレンジレシピのオムレツもいただきたいと思います。いただきます。キャベツのシャキシャキ感がすごくいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカリカリベーコンのやみつきキャベツのポイントです。まずキャベツなんですが、繊維を断ち切るように切ってください。そうすることで口当たりも柔らかくなってキャベツの甘みを感じやすくなります。さらに調味料の味も馴染みやすくなります。そして千切りにするんですけれども、この時ね、少し太めの千切りにしていただくとシャキシャキというキャベツの歯ごたえを存分に楽しんでいただけると思います。そしてキャベツを切ったら水洗いしていただいて、水分をし
っかり拭き取って、その後はね塩を全体にまぶして10分ほど置いてください。そして10分経ったらキャベツがねちょっとしんなりして、さらに水分が出てくるので、しっかりとね水分は絞るようにしてください。そしてベーコンについてのポイントです。ベーコンは今回スライスベーコンを使ってます。お好みで厚切りベーコンを使っていただいても OK です。このベーコンなんですが、焼いてる時にねパチパチと油跳ねする時がありますので、やけどだけには十分に注意して焼くようにしてください。あとは調味料をあえていくんですが、一番最初にお砂糖を加えてください。砂糖はですね他の調味料と一緒に入れてしまうと、なかなかね食材に甘みが入っていかないので、必ず一番初めに混ぜるようにしてください。あとはですね残りの調味料と具材を入れてしっかりと混ぜて仕上げていただけたらと思います。最後はですねちょっと味見をしていただいて、お好みの味の濃さに調整していただけたらと思います。そして今回はですね簡単なアレンジレシピもご紹介しました。こちらのオムレツもすごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。このようにね切っていただければね、お弁当のおかずにもぴったりだと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカリカリベーコンのやみつきキャベツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。